今回の産業まとめ。赤旗やめてやった。ついでに紙の新聞もやめる。デジタル版の時代じゃない？私は長年にわたって赤旗を読んできた読者ですが、先月をもって購読をやめました。期間にすると10年以上になるでしょうか。大半が毎日同じことの繰り返しという印象でした。特に日刊誌の方はね。現在日刊誌は3497円。日曜版は930円。ああ、知らず知らずの間にどちらも高くなりましたね。合計4427円。日曜版は頑張っていますが、日刊誌は金額に見合わず、活動費を支払っているような印象ですね。折り込みで区議会議員や都議会議員の演説チラシなんかが入りますが、それはほとんど見なかったですね。近所の駅でやると言っても行きもしなかった。コロナ前まではよく議員たちが自宅を訪れましたが、正直迷惑でしたね。こっちは忙しいんだよ。コロナのおかげですっかり来なくなってすっきりです。10年以上購読したと言ってもずっと両方を読んでいたわけではないんです。日曜版は面倒だから読まない時期もありましたね。私の地区の赤旗の配達員は結構できない人で、間違って日曜版入れたりするんですよ。困りました。共産党の購読者管理はずさんでしたね。購読者なのに電話がかかってきて、また購読再開してくださいとか言う。さすがの私もブチ切れて怒鳴り散らしました。3回くらいはありました。都議会の方のお偉い議員から電話がかかってくるんですけど、赤旗がいかにつまらないかもぶちまけたことがあります。その時に私の声が怒りで震えているのを自覚して、ああ、声って本当に怒りで震えるんだとか思いました。私は自称右翼だと言っていますけど、右ではないとか生ぬるいとかはよく言われます。そして結構左翼詩や左翼本を読むのは好きです。むしろ右翼詩や右翼本は内容が分かりきっているので読む気が全く起きません。私は民族独立自尊派なので、親米進歩右翼みたいな人たちは好きではありません。ちなみに安倍政権来賛でも自民党支持でもありません。あ、自民党の機関紙自由民主は一時期読んでいました。仕事の関係でね、よく送られてきていたので。まあ党の機関紙は党員でもない限りつまんないということです。左翼紙といえば東京新聞も結構取っていました。最近読売と交互にしているけど、なんだか最近の東京新聞の論調にうんざりしてきた。読売も今回は駅伝のタオルもらえなかったし、もうやめようかと思います。中国の特集はよく取材していて面白いですけどね。ただ最近過度になっているような気がしてうんざりしてくる。そもそも紙の新聞自体やめようかなと思っている次第です。紙の新聞の良さは始まりと終わりがあること。ネットのニュースは見るものが偏ってしまう。なので、オンラインで紙面が読めるそこそこの金額の新聞に切り替えようと考えているわけです。世界の各紙がそういう風にシフトしていて、日本も少しずつ変わってきているようです。毎日新聞のオンラインのみが安いから、それでいいかなと思って、別に毎日を読みたいわけじゃないけど、デジタルのみを提供していない読売や、デジタルで3800円も取る朝日は狂っていると思う。印刷も配達もいらないのにそんなに取るのか？そんな価値ないぞ。毎日は12ヶ月コースにすれば8400円。毎日といえば、一度お試しで1週間ほど読んだけど、特にピンとこなかったね。とりあえず新聞は読めればどこでもいいので、これでいいと思う。浮いたお金で海外のデジタル版をいくつか読めるので、それでいいかなってね。紙の新聞の良さはいろいろあるけれども、そろそろ脱皮しようと考えています。スーパーのチラシも今やオンラインで確認できるし、東京新聞はそんなに入ってなかったし、私は本当は朝日を読みたかったんだけど、一度も営業に来たことがないので却下。書評は朝日が一番好きだったけど、そんなこんなで赤旗卒業を契機に紙の新聞も卒業ということです。赤旗もオンライン版が安く読めるなら考えてあげるよ。多分読まないしサイトにも行かないと思うけどね。やっと読めるんですね、赤旗。なんで嬉しそうなの？共産党から離れるからなんだか嬉しくて。別に共産党とは関係ないし、とも言えないか。本当に党の活動費にしているようだからね。なんかクリーンになったって気がする。これで結婚できるよ。
赤旗のせいで結婚できなかったとは思わないけど、でも女の子の家に赤旗あったら普通引くよね。みんな共産党員だと思ってたんじゃない？まさか、話すことバリバリの右翼なのに。共産党って怖いってイメージしかない。いつの時代よそれ。しかも日本共産党はソ連や中国とは一応関係がないということにしてるはずだよ。でも変な人たちでしょ？それは否定できないね。未だにマルクス勉強会とかやってるらしくってさすがにギョッとした。何それ？よくわかんない。共産党の根幹ともなった思想の一つですよ。もう社会主義とか共産主義という考え方が失敗だと分かったこの時代に、また根幹を勉強するとかおかしいよ。勉強会行った？言ってないよ。確か有料だったし。よかった。行って洗脳されたらもう会えないね。なんだそれ、新興宗教でもあるまいし。まあ、政治は宗教的な側面はあると思うけどね。政治信条は信仰に近いよ。よくそう言うよね。私は何にもわからないから自由気まま。少しは分かった方がいいよ。まあ、白雪さんは知らなすぎて勧誘する人が呆れちゃうと思うけど。なんか今バカにされたと思う。そういうところだけ鋭いね。やっぱり、赤旗つまんないって言う割によく続けたね。すぐ飽きたけどね。毎日ほぼ同じ内容だから。署名キャンペーンとかやってる時は最悪につまんないよ。新聞ってどこの国も基本的に政治志向が決まってて、それを好む人が読むって感じだけど、もうそういうのもやめて色とりどりなものがいいと思う。絞れてないとダメでしょ。なんか毎日同じような話ばかり見てるとうんざりするんだよね。視点が固まって考えも偏ってるから。もう内容が読まなくても分かっちゃう。気持ち悪いしつまんないんだよ。だから変な新聞読んだりしたの？それもあるね。全部がデタラメじゃなくて的を射てるものもあるからね。桜を見る会の問題とかよくやったと思う。あれって共産党なんだ。そう。でも未だにそれを誇りに生きてるっていうのはうんざり。まだやってるの？この前また賞を取ったらしくて騒いでる。詰め切れなかったくせに。もうオワコンでしょ？さすがにね。今は菅政権を追い詰めて政権奪取だとか言ってるけどね。元気にやってるんだね。それがコロナの前くらいかな。赤旗が大変だから知り合いを紹介してくださいとかチラシが入ってた。あまり目立てなくて資金繰りが大変みたいよ。そうなの？前は購読者増えたとか言ってなかったっけ？一時的にね。もう減ったみたいで、コロナで党費も集まらないんじゃない？党費っていくら？実収入の 1% らしいよ。だから党員の収入が減れば資金も集まらなくなるんですよ。コロナで潰れたりしない？残念ながらそれはないかな。なんだ、潰れないならつまんないね。共産党の人に恨み買うよ。冬服送ったから書いてね。あ、そうだね。そのままじゃ寒いよね。もう11月だよ。今年も終わるのに。また白雪さん優先か。忙しいけど頑張るよ。でもとりあえず前の着ればよくない？そっか、そうしよう。半袖は見てる人の目に毒だと思う。すぐに変えてね。前のに。あれ、できるのかな？よくわかんないけど頑張る。新しいの書いてくれれば戻さなくて済むよ。そうだね。顔が微妙に変わってるから簡単に戻せないんだよ。そうなの？どこか変わった？多分変わった。もう忘れたけどお直ししたはず。全然気づかないけどね。ゆるりんはどうするの？年内には変えたいね。だってもうハロウィンも終わったし。そうだね。でもまだ紅葉みたいな色だからいいんじゃない？今度は紅葉。そのうち梅カラーとか言って3月まで伸びそうだけど。もう変えようよ。今猛烈に忙しいんだよ。今月中に色々片付けないといけなくて、切羽詰まってるんだよ。仕事大変なの？そういう時期らしい。とにかく一つでも早く終わらせたい。よくわからないけど頑張ってね。ありがとう。今の仕事がどれも年を越さないよう頑張るよ。もう年末だね。まだだよ、さすがに。